にはバージョン2使うんですけど、ご存知の通りバージョン2の方が栄養分がちょっと少ない、3ヶ月弱ぐらいで仕上げたいので、栄養補完のためにノーマルの甘酢煮を下に敷いて、それを蓋するようにバージョン2入れようかなと思います。スリムウッドです。スリムウッドって今ラインナップにそんなに大型水槽用のサイズがないんで、60から90以下ですかね、使いやすいサイズが多いんで、1本だけ今日大きいのがあったんですけど、こういうの組み合わせて作ろうかな。今入ってる石は見せるつもりはなくて、流木の角度調節です。流木の下が V 字に開いてるんで、そこを埋めるというか、かませるように入れてます。構図でもちろん植栽地決まってくるんで、光の当たり方とか、上から光が当たってる場所とか確認してます。結構ここ手前に出したり迫力を出すための配置なんですけど、この後ろにこれ1本入れると、遠近感が出るかな。流木は結構ねボリュームがあるんで、植栽範囲考えると石はそんなになくていい。流木を固めてます。後ろはもう全面流形層、カラフルな、黄色とか赤も多めにしてカラフルな感じにしようかなと思ってます。この構図でも有形層で中継からつないでいくんですけど、あんまり低床が高いともうゼロ距離から傾斜を作っていかなきゃいけないので、それって結構厳しいんですね。維持がしづらいんで、ちょっと伸びたとこから傾斜を作っていく感じですね。有形層は岩組みたいに高く乗る必要はないんですけど、根張り良くする分ですよね。だいたいこれぐらいだと10センチ以上は欲しいですかね。90フィートとかだと、ちょっとだけ足してます。でかいですね。これはアヌビアスのバリエガータですね。ただですね、この
初期のセット初期のアンモニアが高い状態ってアヌビアス結構溶けたりするんで、安定してきたら、追加していこうかなと思ってます。なんかその方がアヌビアスは結構成功率が高いかもしれないですね。7とかは丈夫なんで、大体いけるんですけど、他のこういう、プイリノとかってちょっと7に比べるとちょっと弱い面があったりするんで、そういうのはちょっと導入時気を使った方がいいかもしれないですね。セット初期から入れない方がいいかもしれないです。でかいねでかいね。どうしましょう。90p にアヌビアス7が使えないわけじゃなくて、この構図が今回のレイアウト結構細かいんで、そうするとちょっとアヌビアス7を入れるとちょっと大きすぎるんですよね。発泡落とすよりもやっぱ種類変えた方がいいと思います。アヌビアスは発泡落としてサイズコントロールっていうのはあんま考えない方がいいですね。なんか時間かけて育てたアヌビアスが綺麗なんで、それだったら、プチなり、ミニなり、ゴールデンなり、イエローパーティとかサイズ差があるんで、その適切なサイズの水草選んだ方がいいと思います。バリエガートだとね、可愛らしく、ちょうどいい。テネルスのマディラです。中継層なんですけど、若干丈が出るんで、丈が欲しい、奥の方の中継の奥の方だったりとか、私の感覚ではテネルスより丈夫で、あと割と若干光量が低いところでも育つので、あとグロッソとか、ヒドロコティルとか植えていくんですけど、大体こう背が低い、下草くらいのがガーッと全体に来るんですけど、ところどころやっぱり若干丈が出るものを入れると、自然感が増すかなと思います。横に伸びていく水草の中にちょっと縦の線をちょっと入れるイメージですかね。これニムファーマクラータって言います。ニムファーマクラータはタイガーロータスをちょっと小さくしたような、水蓮ですね。で 90p だとちょっとタイガーロータスはちょっと大きいかなっていう場面が多いと思うんですけど、マクラータだったらちょうどいいかなと思います。今タイガーロータスレッドみたいに結構真っ赤になるんで、ここが、光量もね一番直下で明るいし、水蓮は結構光量がいいですね。ここだけ真っ赤にしてアクセントにしようかなと思います。分かりづらいですけど、多分この3つがアヌビアスのプチで、こっちはキリンミニですね。ヒドロコティレも成長が旺盛なんで、あんまり入れすぎなくてもいいかなと思います。ここの空間って結構大事だと思っているので、ここはあんまり植えすぎないですね。ここはグロッソで作っていきます。ヒドロコティレ植えると結構ボリュームが出て空間が潰れちゃうかもしれないので、一つのこの山の谷になってますね。左が3で右が2なんで、真ん中よりもちょっと右のところが谷になってます。
ミリオフィラムのマトグロスセンセとか入れるんですけど、結構あんまり水面まで距離があると下切り悪くなりやすいんで、もうちょっと傾斜をかさ上げしようかなと思います。ドルルド、ここが谷の一番低いところで、こっち側の一番低いのはこのマトグロをね3箇所ぐらい登場するんですけど、実はちょっと後で説明します。ポリスペルマはね、ぐっと水面まで伸びていくのが得意なので、コーナー使いやすいですね。さっきマトグロここにも植えたんですけど、こっちにも植えます。というのもマトグロは結構横に伸びる性質が強いんで、こういう中継からのつなぎが得意ですね。後ろの有ケースを3色分けるだけだと結構単調なので、手前に別の色を入れることで、そこがまた複雑になるし、あと、下草隠す効果も出るし、あとはこの素材の上をちょっと手前までちょっとボリュームを出す感じですね。セイロンはこういう一番低いところとか中継のつなぎがもう一番得意と言っても過言ではないと思いますね。色味はね、黄色いですね、セイロンは。グリーンロタラが緑だと思うんですけど、それよりもちょっと黄色い。次ロタラマクランドラグリーンですね。これも私の大好きな有形層ですね。ロトンジュフォリアとやっぱりちょっと質感が違って、質感と、この色が絶妙に綺麗かなと思います。水中感もあって。ロタラのレディッシュですね。HRA より高いですね。レディッシュっていう名前だけあって。福建省も上に伸びるのが得意で、あとトリミングとかもかなり上手ですね。これもね、もうリスボンでも大変お世話になっていると